お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した、歩兵直径型の装甲車である、94式軽装甲車の欠点を踏まえ、これをバージョンアップさせた後継車、97式軽装甲車の解説をする。94式軽装甲車が戦闘に期待できないから、戦車じゃなく牽引車と呼ばれている段階で、意外な戦闘能力を発揮したので、牽引車から装甲車に名前が変わったんだよね。でも欠点も明らかになってしまったか。94式軽装甲車は、戦車砲ではなく当初は軽機関銃を装備していたので、この装備の貧弱さによる火力不足は明らかで、後年は改良が施されたが、まずはこの火力不足が94式軽装甲車の欠点として挙げられる。さらに、装甲の薄さや、エンジンの弱さ、エンジンの配置の悪さによる乗員への悪影響、履帯が外れやすいなど、使ってみると94式軽装甲車の欠点が次々と分かってきた次第だ。理解したので、欠点をあげつらうのはやめてあげようか。開発者たちは頑張ったわけだし。というわけで、抜本的な改良型の後継装甲車として登場したのが、97式軽装甲車だ。97式軽装甲車の試作車両は、池外自動車という企業に発注された。今までの帝国陸軍の機構車両の解説では、全く出てこなかった企業名だね。帝国陸軍と池外自動車のつながりを語る上では、帝国陸軍で戦車開発に生涯を捧げた、ある技術将校の存在が重要となる。誰かな？技術関係の将校だとすれば教科書とかにはなかなか名前が出てこない人だろうけども。後年には陸軍中将にまで累進し、終戦間際には軍需省の幹部を務めた、原富夫だ。名字と名前の境目を教えてほしい。名字が原な。以降は原中将と呼ぶよ。原中将は、後年は帝国陸軍における戦車開発の父とも称すべき軍人になるが、もともとは砲兵科の人だった。原中将が兵科選択する頃は、陸軍に機構化ができる前の時代だもんね、おそらく。原中将は、青年将校時代、陸軍砲工学校という、砲兵科や工兵科の将校を専門的に教育する過程で優秀な成績を収めていた。当時の帝国陸軍内の出世争いにおいて、バリバリのエリートコースに乗るためには、主に作戦参謀の養成を目的とした陸軍大学校に、軍内での激しすぎる受験競争を勝ち抜いて入学し、卒業時に上位成績者に入った者が、大本営や参謀本部の作戦参謀として累進するコースに乗れる傾向にあった。その上位成績者には、陸大卒業時に天皇陛下から恩師の軍刀を授けられたので、俗に軍刀組、と称された。いかついグループ名だな。原中将は、この陸大にこそ入学していないが、陸軍砲工学校の成績優秀者は、陸大卒と同等の優遇を人事で受けることができたとの指摘もあるので、原中将は砲兵として本流にあったと言えるかもしれないね。さらに、当時の軍内では、将校が軍の常識しか知らない世間知らずでは困るということで、選抜した将校を帝国大学に聴講生として派遣する制度があった。原中将はその派遣将校に選抜され、東京帝国大学工学部に派遣され、機械工学を学ぶことができた。戦車開発に至る道が整い始めたな。将校の派遣制度自体については、帝大の講義を聴講しただけで社会の風を知ることができるのか、という批判があったらしいけどね。そして、本チャンネルでも以前に紹介した、帝国陸軍が初めて国産した記念すべき戦車、四星1号戦車の開発に、当時はまだ陸軍隊員だった原中将は、装甲装置の考案で貢献し、戦車開発に本格的に携わっていく。そして、原中将が開発に関わった車両の中に、97式軽装甲車の前身である94式軽装甲車があった。94式軽装甲車にも関わっていたか。さらに、原中将は、帝国陸軍が目標としていた機構部隊のディーゼルエンジン化を遂行すべく、池外に空冷ディーゼルエンジンの開発を依頼しており、当該依頼を受けた池外が開発した、65馬力の空冷ディーゼルエンジンが、94式軽装甲車に搭載されることになった。ディーゼルエンジンってどういう良さがあるの？ノモンハン事件では、帝国陸軍の歩兵部隊が火炎瓶を敵戦車に投げるという学生運動のような攻撃を繰り出したが、この火炎瓶攻撃によって、
ガソリンエンジンを搭載していたソ連軍戦車部隊は、炎上する戦車が続出してしまい、ディーゼルエンジンを搭載していないソ連軍の戦車部隊には相応の損害が生じたという話がある。ディーゼルは軽油で動くしな。ノモンハン事件で日ソのどちらの損害が大きかったのかは歴史的な議論があるけどもね。池外自動車は、帝国陸軍の要請に応え、2種類の試作車を完成させた。この2種類の試作車の大きな違いは、エンジンの配置だ。一つは、車体の前方に位置する操縦席の隣にエンジンを配置した形であり、もう一つは、エンジンを車体の後方に配置した形だ。エンジンが操縦者に近いと悪影響があったってさっき言ってたよね。そうなんだ。エンジンの発する高熱と、けたたましい騒音で、操縦担当者をはじめとする車内の搭乗員の環境が、最悪になるので、エンジン配置については、車体の後方に配置することで落ち着いた。97式軽装甲車の最大の特徴としては、前身である94式軽装甲車と比較して、戦闘能力が強化されたことだ。武装は重機関銃を搭載した装甲車タイプのものだけでなく、戦車砲が搭載されたタイプのものもあった。豆戦車らしくなったな。地方の砲塔は相変わらず人力で動かすタイプだったけどね。さらに、車体の一部には防弾ガラスを使用して、ガラスの破片による搭乗員の負傷を防ぐ、装甲に被弾軽視を取り入れて防御力を強化したなど、随所に改良と工夫が加えられた。被弾軽視って何？装甲を傾斜させることで、相手方が撃ってきた弾のエネルギーの直撃を避け、これを反らして長弾させることを狙った形状のことだ。履体は相変わらず外れやすかったみたいだけどね。ダメじゃん。97式軽装甲車は、機動偵察を目的とする捜索連隊に配備されるなどして、帝国陸軍の各地での戦闘に投入されていった。機動偵察ってすごい名前だね。もともとは騎兵連隊だったんだけど、時代の流れで騎兵が役に立たなくなり、騎兵連隊に代わって、各師団に整備された、戦闘石膏を任務とする機動偵察用の連隊、それが帝国陸軍の捜索連隊だ。97式軽装甲車は、ノモンハン事件での実戦経験を皮切りに、後年は第二次世界大戦での南方戦線でも積極的に活用された。第二次世界大戦も終盤になると、敵戦車の性能向上や、豆戦車であるため攻撃力や防御力に不足するなどしたが、開戦当初のマレー作戦では活躍するなど、帝国陸軍の作戦に貢献する一面もあった。また、94式軽装甲車や97式軽装甲車からは、派生型の装甲車も誕生している。派生型の装甲車とは、98式装甲運搬車だ。こっちは名前からして完全に輸送目的の車両だな。その通りで、97式軽装甲車の開発段階では、池外自動車が、エンジンの配置に関して2種類の試作を用意したとさっき話したが、98式装甲運搬車は、エンジンを車体の前方に配置した形式を採用して開発がなされたんだ。97式軽装甲車が戦闘能力を従前から向上させた豆戦車的な運用目的なのに対し、98式装甲運搬車は、物資、特に戦場での弾薬の輸送に使用された。両案とも無駄にしなかったんだな。でもエンジンを車体の前方に置くと操縦者が熱くて悪影響なんでしょ。その代わり、車体の後方には物資を置けるスペースができるから、輸送用としては合理的な発想とも言えるんだ。なるほど。さて、以上の通り、97式軽装甲車などの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。